厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は初心者にもおすすめしたい定番の名曲、バイオリンソナタ編です。バイオリンソナタとは簡単に言うと、ソロのバイオリンのあるソナタ形式の音楽です。古典派の時代にバイオリンとピアノによる二重奏の演奏形式のソナタに発展しました。今日ではバイオリンソナタと言われていますが、正式にはバイオリンとピアノのためのソナタというタイトルのものも多いです。なお、伴奏が一切なくソロのバイオリンだけで演奏されるものは無伴奏バイオリンソナタと呼ばれます。今日ご紹介する曲はクラシックがとっても好きという方や、室内楽曲、特にバイオリン曲が好きという方にとっては定番の曲ばかりなんですが、普段クラシック音楽をあまり聴かないという方にとっては初めて出会う曲も多いと思います。ぜひ、こんな曲もあるんだなと発見するような気持ちで聴いていただけると嬉しいです。それではぜひチャンネル登録をして早速聴いていきましょう。1曲目はこちらです。この曲はオーストリア出身の作曲家モーツァルトのバイオリンソナタ第28番です。出版時にはバイオリンの伴奏を持つクラブ3またはピアノのための6つのソナタと書かれました。ピアノとバイオリンのためのソナタとかバイオリン伴奏のピアノソナタという風に表記されたりもします。この曲はモーツァルトが22歳の年に完成した曲です。モーツァルトは良い就職先を探して各地を旅していました。その旅の途中、マンハイムという都市でモーツァルトはアロイジアという女性に出会い恋に落ちます。モーツァルトはアロイジアに夢中になり、自分の就職活動はそこそこにアロイジアのために時間を使っていました。それに激怒したのがモーツァルトの父親でした。そして父の強い意向によりモーツァルトはマンハイムを去りパリに向かったのです。この曲はちょうどその前後で作曲されました。マンハイムで着手し、パリで完成させたと言われています。モーツァルトの詳しい人生についてはこちらの動画でご紹介をしています。ぜひ合わせてご覧ください。2曲目はこちらです。この曲はドイツ出身の作曲家ベートーベンのバイオリンソナタ第5番春です。春というタイトルはベートーベン自身がつけたものではなく、この曲を聴いた人が後につけた愛称です。この曲の雰囲気をよく表しているからか、今ではすっかり定着し、スプリングソナタと呼ばれて愛されています。ベートーベンはこの曲以前のバイオリンソナタは全て3楽章制で書いていましたが、30歳の頃に書いたこの曲で初めて4楽章制を採用しました。冒頭に流れていた第1楽章の最初のメロディーはバイオリニストによっても本当に様々に表現されます。聴き比べてお気に入りの演奏家を見つけるのにもおすすめしたい作品です。3曲目はこちらです。
この曲もベートーベンが作曲したバイオリンソナタで第9番クロイツェルです。ベートーベンはこの曲を出版した時、表紙にこんなことを書きました。ほとんど協奏曲のように極めて競争風に書かれたバイオリン助走付きのピアノソナタ。ベートーベンはこの曲の作曲中、イギリス国籍の名バイオリニストブリッジタワーに初演を依頼することを決めていました。ベートーベンがブリッジタワーの演奏を聴き感銘を受けたからだと言われています。しかしこの曲の初演後、2人は決別してしまいます。理由は性格が合わなかったからとか、ベートーベンの友人をブリッジタワーが侮辱したからなど様々に言われています。結局この曲は初演の後、ブリッジタワーではなく名バイオリニストのクロイツェルに検定されたのです。そのためこの曲はクロイツェルソナタという愛称で呼ばれているのです。4曲目はこちらです。この曲はドイツ出身の作曲家ブラームスのバイオリンソナタ第1番です。第1番と呼ばれていますが、実はこの曲ブラームスの5作目のバイオリンソナタなんです。これ以前の4曲はブラームス自身が気に入らなかったり、周囲の音楽家たちから出版を反対されたりして、残念ながら現在は残っていないのです。しかしそんな中でも残ったブラームスのバイオリンソナタはロマン派のバイオリンソナタの最高傑作と言われたりもします。この曲には雨の歌という副題がついています。第3楽章の冒頭のメロディーがブラームスの作曲した歌曲雨の歌と同じメロディーを使っているためそう名付けられましたが、今流れている第1楽章もなんだか夏の雨を感じさせるようなニュアンスの美しいメロディーですよね。気になる方は全楽章を通して聴いてみてください。5曲目はこちらです。この曲もブラームスの作品で FAE ソナタ第3楽章です。この曲の成り立ちはとても趣のあるものです。ある日、作曲家シューマンの家にある人物が来ることになりました。その人物は名バイオリニストとして名高いヨアヒムです。シューマンはヨアヒムを歓迎するために趣向を凝らします。弟子のような存在だったディートリヒとブラームスの2人にある曲の作曲を持ちかけます。それが名バイオリニストヨアヒムのためのバイオリンソナタでした。1楽章をディートリヒが作曲、3楽章をブラームスが作曲、そして2楽章と4楽章をシューマンが作曲することになりました。そしてこの作曲にある共通の条件をつけたのです。それが F ファの音と A ラの音、そして E ミの音をモチーフにするという条件でした。この F、A、E はヨアヒムがモットーにしていたファイ・アバー・アインザム、自由にしかし孤独にの頭文字だったのです。
3人はヨアヒムの大切にしていたこの言葉をモチーフに音楽を作り、ヨアヒムを歓迎したのです。どの楽章もよく知られていますが、特にブラームスの作曲した第3楽章の完成度は高く、名曲として単独で演奏される機会も多い楽章です。6曲目はこちらです。この曲はフランス出身の作曲家フォーレのバイオリンソナタ第1番です。フォーレが30歳の頃に書いた傑作で、若々しい魅力にあふれた作品です。この曲は当時にしてはとても斬新な作風でした。そのためフォーレの地元フランスの出版社はこの曲の出版を受け入れてくれなかったのです。結局実業家の友人クレールの協力でドイツのライプツィヒにある有名な出版社から出版してもらえることになりました。しかし出版するにはこの曲のすべての権利を出版社に譲渡しなければならないという厳しい条件が突きつけられたのです。フォーレは結局この条件を飲んで出版契約をしたのです。その後フォーレ自身がピアノを弾いて行った初演は大成功を収めました。7曲目はこちらです。この曲はフランスの作曲家ドビュッシーのバイオリンソナタです。ドビュッシーの人生最後の曲でした。ドビュッシーはこの時バイオリンだけではなく様々な楽器のためのソナタを6曲書こうとしていました。しかし作曲の途中でドビュッシーは亡くなってしまい、予定の半分の3曲だけが完成した状態で残っています。1曲目がチェロとピアノのためのソナタ、2曲目がフルートとビオラとハープのソナタ、そして最後の3曲目がこのバイオリンとピアノのためのソナタです。ドビュッシーは亡くなる前年の5月、自らのピアノでこの曲の初演をします。そして7月にもこの曲の公開演奏をし、それがドビュッシー最後の公開演奏となりました。ドビュッシーのバイオリンソナタはフランス的な魅力にあふれています。ベートーベンやブラームスといったドイツのバイオリンソナタとフォーレやドビュッシーといったフランスのバイオリンソナタを聴き比べてみるのも面白いかもしれませんね。8曲目はこちらです。
この曲はフランス出身の作曲家ラベルのバイオリンソナタ都庁長です。ラベルのバイオリンソナタは2つあります。一つが21歳で作曲した異端調のバイオリンソナタ、もう一つが今流れている47歳から51歳にかけて作曲した都庁長のバイオリンソナタです。どちらにも番号がついていないので区別するためにバイオリンソナタ都庁長と呼ばれます。さて、この都庁長ソナタはラベルが敬愛するバイオリニストモランジュのために作曲されました。モランジュは1922年ラベルの作曲したバイオリンとチェロのためのソナタを初演します。その翌年にラベルはバイオリンとピアノのためのソナタの作曲に着手したのです。ラベルはこの曲をモランジュから技巧的なアドバイスをもらいながら作曲していました。しかし途中で他の曲の作曲のために中断したりなどして、結局この曲が完成したのは着手からおよそ4年後のことでした。そしてその頃にはモランジュは重いリウマチを患っていて、この曲を演奏できなくなっていたのです。それでもラベルはこの曲をモランジュに献呈しました。9曲目はこちらです。この曲はベルギー出身のオルガニストでもあり作曲家でもあったフランクのバイオリンソナタです。フランク自身の代表作でもありますが、全てのバイオリンソナタの中でもとりわけ名作と名高い作品です。この曲はフランクが63歳の年に同じベルギー出身のバイオリニストイザイの結婚祝いとして書かれました。フランクはイザイの結婚式には出席しなかったのですが、当日の朝にこの作品をイザイに送りました。イザイは急いでリハーサルを行い、結婚式で披露したのです。イザイはその後も様々なピアニストと共にこのバイオリンソナタをレパートリーに加え演奏し続けました。イザイは当時とても有名なバイオリニストでした。そのイザイがこのフランクのバイオリンソナタを大切に演奏し続けたことで、作曲家フランクの名前は広く知れ渡るようになったと言われています。この曲は現在ではバイオリニストのほとんどがレパートリーにするほど愛される作品になっています。10曲目はその名バイオリニストイザイが作曲したバイオリンソナタです。ベルギー出身のバイオリニストでもあり作曲家でもあったイザイの無伴奏バイオリンソナタ第3番バラードです。イザイは65歳頃、ドイツの巨匠バッハの無伴奏バイオリンソナタを聴き、インスピレーションを受けました。
そして一晩で6曲ものスケッチを完成させ、それぞれ6人のバイオリニストに検定しました。この曲は名バイオリニストのイザイにとって晩年の集大成ともなった作品の一つです。そのためこの曲の演奏には音楽的にも技術的にもとりわけ高いレベルが要求されます。今日では数々のバイオリンコンクールの課題曲にも指定される曲です。と、ここまで古典派やロマン派以降のバイオリンソナタを10作品ご紹介してきました。冒頭にもお話しした通り、バイオリンソナタの形式が確立したのは古典派の頃だったのです。でも古典派の前の時代、バロックの時代にも素晴らしいバイオリンソナタは多数作曲されていました。ここからは少しだけバロック時代のバイオリンソナタもご紹介します。まずは最後にご紹介したイザイがインスピレーションを受けたというドイツ出身の作曲家バッハのバイオリンソナタから第1番をお聴きいただきましょう。また現在のチェコ出身の音楽家ビーバーのロザリオのソナタも有名です。ちなみにこのロザリオのソナタというのは正確には曲の名前ではなく曲集の名前です。そして正式には聖母マリアの生涯から15の筆跡、独奏バイオリンのための一つのソナタ、バイオリンと通奏低音のためのという非常に長い名前です。15曲のソナタと1曲のパッサカリア、合計16曲からなる曲集です。他にもコレッリのバイオリンソナタラ・フォリアも有名です。
また今回音源の用意はできませんでしたが、タルティーニのバイオリンソナタト短調、通称悪魔のトリルは多くのバイオリニストたちがレパートリーにしていますし、著作権の切れていないプロコフィエフやハチャトゥリアンらのバイオリンソナタも名曲です。気になる方はぜひ検索してみてお聴きいただければと思います。この他にも定番とされるバイオリンソナタは本当にたくさんあります。皆さんのお好きな定番バイオリンソナタがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。そして今日の動画お楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、楽器の解説や有名曲のご紹介などを配信しています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。